おはようございます。最近、健太さん、ここ来たんじゃねって思う方いると思います。はい。また来てしまいました。福島県のいわき市というところに来ております。前にですね、来たんですけども、また来ちゃいました。理由は2つあります。1つはですね、奈良浜街道マジで良かったので、前回ね、制覇できてないんですよ。なんで、全部制覇したいなっていうのが、今回の一つの目的。そして、いわき市の方からですね、走ってきてくださいとご指名をいただきましたので、いやもうぜひ奈良浜街道走りたかったんでみたいな感じでお誘いいただきました。ありがとうございます。今日明日でね、またいわき市のいいところご紹介するんですけども、奈良浜街道を今回紹介するということで、奈良浜街道を回にします。こちら後ろにね、いわき奈良浜街道サイクリングルートマップと書いております。軽くね、奈良浜街道とは何ぞっていうのをね、まずは皆さんにお伝えしてから走り出していこうかなと思います。奈良浜街道っていうのはですね、サイクリングロードになるんですけども、もともとね、いろいろあったんだけど、津波でね、ブワーンって全部持ってかれちゃったんですね、これね。いろいろ直したんです。堤防を作ったりとか。って言うんですけども、見えなくなっちゃったんですよ、海が。綺麗な海が。なので、綺麗な海が見えなくなったその横に、サイクリングロードを作って、ランナーとか、サイクリストがね、たくさん来て走ってくれるようにっていう意味でですね、奈良浜街道サイクリングロードっていうのがこの赤いのがブワーっと書いてあります。今日はここ、名古その関公園、名古その関所というところになります。関東からこうやってね、来た時にね、東北に入る前の関所になる部分ですね。ここからぐい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 と行って、久野浜っていうのかな。一番上まで行きます。前はね、ここまでだったんで。名古そ、小名浜、長崎、豊間、薄磯かな。で、4つくらい。で、最後ここ。久野浜っていうですね、7つの浜で構成されている場所でございます。奈良浜街道プチ情報をもう一回言うとね、ご当地キャラとしてですね、イケメンのキャラクターが配備されてるぐらい、それぞれの地域にね、結構有名でございます。王子様系とか、俺様系、僕っ子とかね、いろんなキャラがね、それぞれの浜にいるわけでございますけども、はい、よかったら見てくださいということで、全行程、60キロないぐらい、ほぼフラットの綺麗な海辺をですね、また今日も走っていきたいと思います。目指せ、奈良浜街道制覇ということで、今回は僕はワンウェイで行きます。今カメラを持ってもらっている網野くんにですね、サポートカーを手配してもらったので、ここまで来て車で帰ります。皆さん行くときはね、ぐわー行ってぐわー戻れば100キロちょっとということなので、そこそこ走りごたえのあるコースになるんじゃないかなと思います。話が長くなりましたが、行きます。参りましょう。奈良浜街道綺麗です。気持ちいい。超追い風じゃん。最近ですね、一眼を背負わないで走るスタイルをずっと模索してきてですね、いろいろこう試してるんですが、今のところね、このクロームのフロントバックが結構調子いいですね。ガバッと開けられる。で、マグネットでね、パチッとね、こう閉めることができると。良くも悪くもアナログチックな部分はあるんですけど、容量が大きくて、僕の α7S3 に G マスターの単焦点つけても余裕ですっぽり入れることができるセットでございます。で、両サイドにね、名刺ポケットがついているので、補給食とか、僕の場合だったらちょっとね、機材とかちょこちょこ入れたりしてるんですが、結構調子いいですね。この辺の中はみんなやっぱり津波の影響で綺麗になった場所ですね。明らかに違うのがわかると思います。こっちに防波堤で、こっちに植林ですね。次津波が来た時の対策です。波を抑えて木でね、波がね町に行かないように、そんなような取り組みをしているのが、ここからずーっとね60キロ近くずーっとこの状態なんですよね。いいなぁと思う反面、津波ってやべえんだなっていうのがね、よくわかると思います。でも自転車をね、こう活用して、サイクリングロードとして活用するっていうのはですね、とても僕はいいことだなと思います。とりあえず作りましたみたいな感じじゃない、もうちゃんと観光資源として使えるように、しっかりと本気で作ってるのがよく伺えますね。さあ、第一スポット。前回もここ行きましたね。この辺もね、当然被災地なんですけども、小学生たちの似顔絵とか、そういったアルバムとか、後世に伝えるためのタイムカプセルがあれですね。はい。
卵みたいな形してるんですけど、中開けると本当にタイムカプセルみたいに色々入ってます。この辺のサイクリストのちょっとしたスポットにはなります。前回の動画ね、軽く紹介したんでね、そっちもね、詳しく見てほしいんですけども、まあ、奈良浜街道を走っていくといきなり出てくるのがこれって感じですね。で反対側には、ね、最高だよね。さあ、もうすぐランチスポットだね。ここはね、アクアマリンってところの近くの工業地帯なんですけど、見てください、これサイクルレーン。めちゃくちゃ広いでしょ。反対側もなんですけど、まあこれもあってですね、地元のガチレーサー、まあ競輪選手、しっかりですね、練習場所としてとっても活用されています。僕もですね、人生初なんですけど、今年ね、富士ヒル出ようかなと思ってましてですね、エントリーできた感じでございますが、なのでここで、ちょっと平坦練習しようかなという無理やりな流れ。ここはいい。2以外のスポットでは一番好きかな、走りやすくて。まあ、富士ヒルは、ブロンズは多分いけると思うんですよね。過去に何回か走った感じだと。ゴリゴリ撮影機材持って、おしゃべりしながら走って、まあ、ややブロンズ、いけるかなぐらいの、いけたかなぐらいのテンションだったんで、目標シルバーで頑張っていこうかなと思います。大南ウェーブかは忘れました。もしもね、ご一緒する方はですね、一緒に僕をシルバーまで連れてってほしいですね。せっかくいわき走ってるのになんで富士ヒルの話してんのって思うかもしれませんけども、富士ヒルの話をしてんじゃなくて、そこの根本にあるのはいわき市は走りやすいよっていうところですからね。はい、皆さん。これで行政の皆さんが喜ぶ。あ、見てください、これ。新しいカフェドのシューズ。かっこいいでしょ？真っ白です。思ったよりいいです。初めてのプロダクトにしてはよくできてる。まあ、後発だけあってかなり研究されてますね。カフェド着てない人でも、合わせやすい白靴。重量めちゃ軽で、履きやすい。なかなかいいですね。高高幅広の足の形である私でもですね、7.5 から28を履くことの多い僕は、44がなかなかいい感じですね。43だと多分ね、ちょっとちっちゃい気がするんで、44いいと思います。気になってる人は参考にしてみてください。意外にヨーロッパの足のシューズではないですね。よくできてます。まあその辺はやっぱ紐の強みかなとは思いますけどね。やってまいりました。右手に見えますのが水族館ですね。アクアマリン福島です。まあどっちかっていうとね、結構こう、ザ水族館ってよりかは、資料館、科学館みたいな大人な水族館と思っていただいた方がいいと思います。イルカショーとかあるわけじゃないですね。目の前にあるのがイオンモール福島、いわきかな。津波で全部流された後に建った新しいやつですね。1階は全部駐車場にして、波が全部ね、上に来ないように避難所としての役割もあり、壁としての役割もあるというですね、非常に理にかなったデザインとなっておりますと。そして、本日のお昼どころはこちらですね。まあ、前回と同じというか、やっぱりここになるんでしょうね。イオンでもいいんだけど、やっぱりどうせならね、うまい海鮮食いたいじゃないですか。こっちはもう海鮮バカうまなんで。はい、ということで、潮目の駅。道の駅みたいなところがあります。こちらにはね。かなりだだっ広いです。はい。前回来た時は、土日でしたけども、平日だとこんな感じですね。まあ、そらそうだよね。そんなに人はいないよね。はい、ハトさんスポットです。前ここに自転車ラックあったんだけどね。平日はやってない、置かない感じか。いわきララミューですね。もうこっち来たらもうこれで寄っとけば OK です。間違いないですね。はい。市場があったり、グルメがあったり、こんな感じでございます。よかった。中落ちと。ちょっと中落ち多すぎだなと思ったけど、
マグロ死ぬほど食いたいって人はあそこは間違いないね。前回は右側行ったんだよな。でもこの国道側でビューンと速度を上げたい人なんかはこっちはこっちでありだね。恵那公園ですね。だいたい3分の1ぐらいは走ったんかな。ほとんど信号ないんでやっぱ楽ですね。ルート左すごいでしょ。本当にずーっとこうブルーライン敷いてあるんですよ。七浜街道俺すげえと思うんだよね。もうずっとですよ。途切れちゃった、次どこみたいなの全然ないですから。マップいらないです。僕今回マップ入れてないですけど、マップなしでひたすら60キロ走れる、そんなとこあるんですかと思うじゃないですか。あります。それが七浜街道。はい、左右、ここそこやね。わかりやすいですね。いや実にわかりやすい。マジでわかりやすい。これは迷子になる人いないでしょう。はい、こちらですね。さあここでサポートカーの暴力と言うべきでしょうか、サポートカーパワーを使っちゃいますよ。はい、生浜街道サイクルラック。あ、いいんですか？高級じゃないですか。いやいいじゃん。まあこんなところでパクる人はないと思うけどね。でもこれがサポートカーパワーだね。高級車怖い。いやー、網野くん案件でパクられたんだよねってね。本来ならみんなスルーするところを私は行きます。灯台登ります。たださ、こんなクリトでさ灯台登ったらさ、滑るわ足が痛くなるわじゃないですか。本日はサポートカーが来てくれてますので、このパナレーサー&クロームのダブルネームスニーカー、もうゴリゴリのグリップ力のあるスニーカーを持ってきてますので、私しっかりと観光させていただき、イエス。スニーカー最高。自転車とは違う筋肉を痛めつけていきましょうと、そんな趣向ですね。フリーヒル行ってますから僕、やっぱりトレーニングしないと。上りのトレーニングね。すごいね、圧巻だね。これはヘルメット飛ばないようにしないと。これうわすっごい、これはすごいわ。なんで今まで登らんかったんだろう。海3本の塔が見えるかな。あの辺まで行くんかな多分ね。これずっと七浜だもんね。ぐわーっと行って、ぜひカップルで来たいねこれね。はい、すくみますね。怖い。七浜街道1好きなスポットがここですね。先ほどの灯台を越えてからですね、すぐのところにこの最高の道があります。いいでしょう。めっちゃ気持ちいいのよここ。その長く続かないと見せかけてちゃんと続くんです。まあ気持ちいいスポットですね。よいしょ。こうね、ちゃんと続くんですよ。短いなと思ったでしょ。いやって感じなんですよ。後ろから撮るとこんな感じでございます。めちゃくちゃ綺麗でしょ。七浜街道制覇いいね。信号全然ないしよくできてるわ。印象いいです。やっぱまだ2回目のレベルですけど、でも頻度がね、2回目の頻度は早いですから僕。まさかこんな早く前戻るとは思ってなかった。旅バイクの愛車でもある、ドマーネ様は今スーパー進化をしているところでございます。なんでエイトスでね、もうこういう旅系のやつもやってますけど、意外にロングいけるロエイトスちょっとこうやっぱ来るかなさすがにと思ったけど、
意外にロング大丈夫そうですよ。まあ100キロ超えはそんなめっちゃやってるわけじゃないけど、100キロ圏内だったら全然普通に楽しいね。ただやっぱりこう前に連日走る機会があって、その時はなんかやっぱり少し疲れは残っちゃってたかな。それはドマーネでも結局疲れは残るんだけど、エイトスを旅バイクでも全然使えるよねっていう思いましたね。本体の車重が軽いのは正義だよね。ほんとね、加速力やばいよほんと。マリオカートで言うならもうあれだよね、めっちゃちっちゃいタイヤにめっちゃ軽いボディ、めっちゃ軽いキャラクター乗せてる感じ伝わんねえな、悔しいな。ちょっとゲームやらない人は伝わらないし、マリオカート相当古いからな、もうな。気持ちいい道スポットはこれで終了です。この後は普通の行動ですね。道の駅四つ倉、前来た時はここまでだったんだよね。ここで七浜街道リタイアというか、まあルートを変えて行ったんですけど、こっからは僕は未開の地ですね。まあ言うてももう後半戦だと思いますけど、七浜街道終わりが近づいてきているんじゃないでしょうか。7つの浜の6つ目がここですね。四つ倉の方ですね。久の浜というところですね。今がね、普通に走りやすい行動って感じ。ただいま時刻4時15分。そうやね、スタートが12時前ぐらいだったから、まあしゃあないけど、さすがに日が落ちてくるね。弁天島っちゅうのはどこのドイツだ？これだ。雨よく見っけ、あれが弁天島。ちょっと見てくるわ。ほんじゃ自転車はきつそうだね。さあ来た。はい、意外に小さな終点です。いわき七浜街道完全制覇、60キロないぐらいですけども楽しかったです。もうちょっとこれね、ドーンって感じが欲しいですけども、終点ということでございます。ここはですね、久の浜防災緑地ですね。この辺みんな今木を植えて、万が一津波来た時に人々を守ってくれるような場所です。僕さっきね、勢い余ってあっちまで行っちゃったんですけど、あっちまで行くと漁港がありますね。まあいずれにしろとりあえず終了でございます。道の駅までがすごい気持ちよかったなって言ったら怒られるかもしれんけど、はい、一応ここまでが一応終点、そしてここからがまたスタートといったような感じでございます。皆さん機会があったらね、走ってみてください。実はね、もう一日走る予定があって、明日はいわき市をぐるっとね回りまくる、結構がっちりとしたライドを明日走る予定でございます。県単位で何とか1ってあると思うんですけど、何々市で一周するのって結構珍しいなと思うので、久々の一周シリーズ個人的にかなり楽しみです。今日はこのまま自走で帰るんじゃなくて、この後サポート会にこいつを乗せてしまいまして、旅館小糸っていうですね、とてもお気に入りの宿がありますので、そちらに泊めさせていただこうかなと思います。今回の動画おしゃべりが多かったと思うんですけども、楽しんでいただいた方はね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。撮影してくれた網野くんもありがとう。じゃあ、そういうことで、この美しい夕日をね、今もうバッチバチで、もう巡航バッチバチでね、今もうバリバリで映えてる健太さんがお送りしました。はい。では、ボイ。ヒカキンさんになっちゃったわ。はい、ありがとうございます。いいんじゃないでしょうか。